皆様、こんにちは。今日は去年挿し木をしたアジサイを使い、来年また花を咲かせるための剪定と肥料の与え方を説明します。アジサイの簡単な挿し木方法を紹介した動画は概要欄にリンクを貼っておきます。よろしければ合わせてご覧ください。前半は剪定について、後半は肥料について、最後に植え替えについてもお話しします。できる限り分かりやすく丁寧に解説しますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。アジサイの剪定には基本2パターンあります。6月から7月中に行う基本の剪定。枝を整理したい場合、これ以上大きくしたくない場合に行う休眠期の剪定の2種類です。まずは6月から7月に行う基本の剪定を花が咲いた枝、花が咲かなかった枝に分けてお話しします。花が咲いた枝は花から2節下の脇芽が出ている上2センチ程度のところでカットします。2節目より3節目、4節目の方がいい脇芽がある場合はそちらをカットしても大丈夫です。ただし、下よりも上の節目をカットした方が来年花が咲きやすいです。実際の枝で説明します。花が咲いている枝の2節下に脇芽が出ているのがわかります。脇芽の出ている2センチ程度上でカットします。こちらの枝のように2節目に脇芽がなく、3節目に脇芽がある場合は3節目をカットしてください。その年花が咲いていない枝はエネルギーを蓄えていて力が充実しています。来年はほぼ確実に花が咲くので剪定はしなくても大丈夫です。ただし、樹高が高くなりすぎるのが嫌な場合、樹形を整えたい場合は下から数えて葉のついた枝の2節ほど上の脇芽がある場所をカットしても大丈夫です。今年花が咲いていない枝は力を十分に蓄えています。カットをしても充実した枝として成長して花を咲かせてくれると思います。充実した枝とは伸びてきた枝が3から4節以上ある枝のことを言います。枝が充実しなかった場合は来年花を咲かすことは難しいです。それでは実際にカットします。下から数えて葉のついた枝の2節上の脇芽のある場所をカットします。その他、枯れている枝も風通しを良くするためにカットしてください。カットした枝や花は挿し穂にしたり切り花として楽しんでください。次に休眠期に行う剪定についてお話しします。休眠期の剪定は枝を整理したい場合、これ以上大きくしたくない場合、基本の剪定にプラスして休眠期の剪定を行います。休眠の季節はある程度強めに剪定をしても大丈夫ですが、花芽がついている枝を切るとその年は花が咲かないので注意が必要です。整理をするときにカットをする枝は、細い枝、込み入っている枝、交差している枝、下を向いている枝などです。これ以上大きくしたくない場合は、樹形を整えるようにカットをしてください。肥料は基本年2回与えます。6月から7月、花が咲き終わった後のお礼肥。2月頃、生育が始まる前に与える寒肥です。お礼肥とは、開花で消耗したエネルギーを補給・回復させる役割があります。
お礼肥にプラスして9月に花芽を形成させるための秋肥を与えるのも効果的です。寒肥とは春の成長に向けてエネルギーを補給する役割があります。生育期は毎週1000倍程度に希釈した薄めの液体肥料を与えるのも効果的です。肥料の種類は窒素、リン酸、カリがバランスよく含まれたものがおすすめです。青色にしたい場合は青アジサイの肥料、赤色にしたい場合は赤アジサイの肥料をお使いください。特に色を気にしない場合は油かすなどでも大丈夫です。液体肥料はホームセンターや園芸店、100円ショップで売られているものをお使いください。肥料は鉢植えの場合は鉢の隅に与えます。使用量は購入された肥料の与え方を参考にしてください。今回は6号鉢で 10g 使います。庭植えの場合は葉先の下へ数箇所に分けて与えます。植え替えの時期は6月下旬から7月頃の花が咲いた後、落葉して休眠期に入る11月下旬から2月の暖かい日、1年に1回どちらかの季節に行ってください。7月頃に植え替えをする場合、根張りがあまり良くないアジサイも多いので、根を傷めないように注意をして植え替えをしてください。ギフト仕様のアジサイなどは小さい鉢に植えられていたり、通気性が悪いことが多いので、7月までに剪定をして植え替えをするのがおすすめです。休眠期の植え替えは11月下旬から2月の暖かい日に行ってください。寒冷地では3月がいい場合もあります。このアジサイたちは現在寄せ植えをしていますので、休眠期に株分けをして植え替えをする予定です。植え替えの時はまた動画にして紹介できたらと思います。今回の動画は以上になります。この動画を参考にして来年もアジサイの花を楽しんでもらえると嬉しいです。この動画が参考になりましたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。質問、疑問、感想などありましたらコメントいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。